何これ。やっぱりダメだった。垂れ下がった天井、糊と両面テープで貼ってみたけど、生地も再利用は大災害。認めたくないものね。ケチったゆえの過ちというものを。買うわ。車好きは買うわ。生地を買うわ。レッドよ、そうよ、レッドよ。3倍、速く走れる赤い彗星よ。せっかくだから、パーソナルマークとビューロナンバーも入れてみましょう。チャンスは最大限に生かす。それが私の主義よ。見せてもらいましょう。染球の実力とやらを。オラ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 
て、どんな出来かしら。どうしたというんだ。これは一体どういうことなんだ。気を取り直して、もう一回、チャレンジよ。ツールの違いが、作品の出来の決定的な違いではないということを、お教えできなかったわ。結局、マジックよ。無駄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 無
無駄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 。無駄な努力と思うけど、どうかしら。ありかも。BYD。パーソナルマークは完成ね。クリアファイルをくり抜いたニュルステンシル。最初はどうなるかと思ったわ。続いて、ビューロナンバーを書き込むわ。思った以上に生地に染み込んでブワーってなるからめっちゃ気を使うわ。ここで失敗したらまたやり直し。新品のマジックだとインク出すぎてじわーってなるので使い古したマジックがちょうど良かった。ちょっと薄かったかな。でも全体的な出来としてはこれでよしとしとくわ。全人類皆に匠の技を授けてみせよ。それはエゴだよ。早速天井外しよ。見事にクリップ4個がもげたわ。B ピラーの下の内装部品。前席のステップを外した後、後席のステップを浮かして、下側のクリップ2つを引っこ抜いて取り外した。B ピラーの上の内装部品。2つのプラリペット、内装外しを使って芯を抜いた後の本体が本当に硬い。やっと外れたと思ったらポロリと自由落下で一時行方不明。プラだからボルトとかにできなかったのかな。あとは覆いかぶさってるゴムを避けて引き抜いて取り外し。C ピラーの内装部品。トルクスネジが隠れてるカバーを引っこ抜くのは手じゃ無理ね。スーパー小さいマイナスドライバーでいけたわ。予想以上に長い T20 トルクスネジ。あとはクリップ2箇所を力技で剥がすようにして引き抜けた。A ピラーの内装部品。C ピラーと同じくネジを外してクリップ2箇所を引っぺがすわ。クリップ部品から外れて A ピラー8号目から滑落事故発生。続けて4号目からも滑落事故。2名の要救助クリップ。さらに反対側の A ピラー山の8号目から1名滑落。計3名の遭難事故につながったわ。後に2名の要救助クリップの救出に成功。もう1人は行方不明のまま処理したわ。天井についてるグリップ。T20 トルクスネジ2本で固定されてる。ネジカバー兼グリップ下げた位置固定の部品の事故を負ってしまったわ。毎回思うけどこの車をいじるときは作業が雑&力任せが多いわ。セカンドカーの宿命かしら。
これを外そうとしたらカバーだけが自由落下。本体は前後2つずつの金属製の板バネで固定されてるけど全く外れないわ。っていうか、コネクタから外す必要もなかったことに後から気づいた。サンバイザー。T20 フルクスネで2本を外してロックのないコネクタを切り離して取り外し。ところで、この配線何につながってるのかしら。ついたところ見たことない。これも外す必要なかったみたい。サンバイザーの固定部品。T20 トルクスネジェ1本を外して取り外し。これは天井を押さえてる部品の一つみたいね。フロントの室内照明の部品。前方に金属製の板バネ2つで固定されてる。配線コネクタが見えるように本体をぶら下げるように外した後に上ブロックコネクタ4個を外して取り外し。あとはリアの天井のクラリペットを2本外して少し強引に天井を引き抜く。2回目だけどやっぱり地味に大変ね。やっと天井を摘出できた。前に再利用した生地を剥いだら段差ができてしまって、むしり取ったらひどくなるばかり。全部むしるのはめちゃ大変なので段差をなくす作戦で進めたわ。キリがないのでここらで貼り付けモードに移行よ。位置を決めて、ガンガンスプレーのり使って4本目に突入した時はどうしようかと思ったわ。糊は表面まで染み込んで滲んでくるし、シワはできるし、これは一体どういうことなんだの連続だったわ。けど、勢いでなんとか形にはしたわ。1日乾燥させて車に取り付けてみたけど、素人的にはこれで十分。今までよりはマシになったと思うわ。売り物でもないしね。あえて言うわ。コンプリートである、と。